これこれこれらの化粧はどうでしょうか？そうですね。今日の話題は中国古代の女性の化粧について紹介いたします。現代女性はメイクすることは自分を美しくする、自分を喜ばせるためだけではありません。もちろん異性の注目を集めることも大事です。しかし、古代では高官や裕福な人だけがこれらの化粧品を買う余裕がありました。普通の人に食べる問題に困られ、化粧はもちろん無理でした。では、古代の女性はどのようにして美しさを保ち、男性を引きつけたのでしょうか？それは化粧であるに違いありません。古代の化粧には長い歴史があり、手順が複雑であろうと、豪華な小道具であろうと、現代の女性の手が届かないところがあります。最も初期の化粧は古代エジプトで始まりました。しかし、当時の人々は美しさのためではなく、彼女らの宗教的信念と彼女ら自身の必要性のために化粧をしていました。当時、メイクとは言えませんが、代わりに自分のアイデンティティとステータスを示すために顔と体に様々な色と油絵の具を塗っていました。その後、実用性から徐々に装飾的な機能になりました。たとえ古代エジプトの人々が直射日光から目を保護するために目の周りに暗い色を塗ったように、ローマ時代には虫の嫌がらせを避けるために香油が体に塗られていました。女性は自分を白くするために白いチョークで顔を塗っていたので、当時は誰もが白い肌を求めていました。古くから現在に至るまで白い肌はいつも人々の追求の目標と言えます。ルネッサンス後期には当時人気のあった鉛おしろいが健康への脅威であることが分かっていても、エリザベス朝の女性がそれを使用するのを止められなかった。今日のテーマに戻りますが、今日紹介するのは中国古代の女性がどのように化粧をしたのかということです。彼女らのメイクはどのように見えますか？まず、古代の女性のメイクには眉、顔、目、唇、髪、耳、歯、体、爪が含まれます。今日は顔だけを紹介いたします。それは現代のメイクアップの部分とほとんど同じです。ステップはおそらく下の通りに。ステップ1、鉛おしろいを塗る。古代人化粧の最初のステップは、現在のファンデーションと同様に鉛おしろいをすることでした。早くも陰陽調で、古代人は女性の美しさと化粧のために、鉛は粉末を作って燃焼し始めた。ダッキは、このパウダーメイクを使って、中央を喜ばせました。化粧粉には2つの成分があり、1つは米を粉にすりつぶして作られています。別の化粧用粉末は鉛で作られたペーストです。これは鉛で作られた白い粉末であるため、塩化とも呼ばれます。これらのパウダーは両方とも顔をより白く繊細にするために使用されます。とにかく色の白いハシチナンカクス。三国時代の幼鳥の異文帝の宮人である段公章は異文帝に非常に愛されていました。伝説によると彼女は従来の化粧品の米粉と5分にひまわりのジュースを加えることによって女性の化粧品用の紙粉を発明しました。東宇朝の宮殿では芸鳥、粉を作るためにヤングコーンが使われていました。宋王朝には石膏、褐石、貝の粉、ワックスグリース、麝香濃、薬母、宋などをブレンドした義緑除糖花粉がありました。明には白いジャスミンから作られた真珠粉が使われていました。および義帽子の花と5粉を使って義緑芯の形により義帽子パウダーが作られました。清王朝には真珠を使ったビーズパウダーとタルクなどの細かい石を使った石粉がありました。ステップ2、塩紙を塗る。塩紙は今のチークです。塩紙、実は香蘭という花の一種です。その花びらは赤と黄色の色素を含んでいます。花が咲いた後、花全体を剥がし、石のボウルに入れて何度も叩きます。黄色いジュースを洗い流した後、
真っ赤な顔料になります。中国南北朝時代に人々はこの赤い色素に牛の髄と豚の膵臓を加えて濃くて滑らかなグリースにしました。その結果で胭脂は胭脂と書かれました。胭脂により肌の色が良くされて顔の肌のバラ色の感触を高め透明な肌を作ります。ステップ3、大美を描く。戦国時代には眉を描くための特別な素材がなかったので、女性たちは粒子を燃やして眉に描きました。唐の前世紀には、慶陽や蛾の翼のような形をした眉を広く短く描くことが一般的でした。幅の広い眉毛の描き方が固く見えないようにするために、女性は眉尻を描くときに眉尻の色を薄くすることも、錆と呼びます。もう一つは、眉を非常に細く描くことです。細眉と呼ばれる。桃源草の頃には、眉毛の形がよりカラフルになります。ユンヨン美、小山美、五美、三方美、水主美、月の眉、文章美、関縁美、仏縁美、と、雲美などなど、よく知られている眉は10種類ありました。そして、ステータスが高いほど、眉毛が高く塗られます。ステップ4、顎王を描く。顎王は、カラス王とも呼ばれる。あれは、額に黄色に塗られています。それは、中国南北朝時代に始まり、東宇朝に普及しました。中国歴代装飾によると、この種の化粧の出現は、仏教の人気と一定の関係があります。中国南北朝時代、仏教は中国で全盛期を迎えました。一部の女性は金色の仏像に触発され、額を黄色に塗りました風習になる。東時代は塗るだけでなく、花、鳥、星、月を黄金色の素材で切り取り、額全体を接着します。ステップ5、顔の絵窪を描く。絵窪の描くは、伝説によると、化粧は漢王朝、または漢王朝の少し前から宮殿で始まりました。女性の方の両側で、丹青や朱色などで様々な形を飾る。最初は装飾のためではなく、特別なマークです。ある側室が生理に来た時、皇帝と夜とぎができないので、話すのが恥ずかしいですから、顔に小さな赤い点を2つ点在させました。それなら、女子は、その妃嬪は、皇帝に辞することを手配しない。その後、この慣習は民間に広がり、徐々に化粧の形になってきました。唐の前世紀の前に、大豆のような2つの点が一般的に作られていました。ステップ6、斜光を描く。斜光は、頬の装飾の一種で、明るい色で月のような形をしています。通常、対照的にこめかみのところに描かれます。中国南北朝時代のメイドの古代の陶器の置物を見た人は必ず知ってます。彼女ら目の隅の顔に月のような赤いマークがあります。斜光は南北朝時代に始まり、と松、色の濃淡、素材が異なり、東宇朝の宮廷の女性の間で非常に人気がありました。遠くから見ると顔に2つの傷跡が残っているようですが、これは本当綺麗なの？ステップ7、格子を塗る。古代では、口紅は格子と真朱と呼ばれていました。格子は朱色で唇に塗って唇の鮮やかさを増し、健康的で若々しくエネルギッシュな印象を与えるため、古くから女性に愛されてきました。チューブリップスティックが登場する前は実際には硯酒と通用され小さな箱や缶に詰められています。指で直接浸して塗ります。以前はほとんどの口紅は明るい朱色でしたが、唐と宋の時代には肉色の口紅が人気でした。この色の口紅は現代までまだ流行しています。古代中国女性の化粧は現代人に劣っていないようです。自分の顔を一枚の白い紙と考えてスペース浪費されないよう好きにします。
当時アイライナーとマスカラがあるなら彼女らも欲しがっただろう。最後までご覧をいただき誠にありがとうございました。また次の動画で